はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。日経平均先物ですとか、ナスダックや先物がですね、下落しているわけですね。で、前回の動画では、ナスダック100先物の下値目処の一つとして、フィボナッチクラスターでですね、19,000ポイントぐらいというお話をしていました。で、実際そこら辺まで下落してきて、金曜日はですね、陽線となったわけです。で、この19,000ポイントぐらいという水準は、フィボナッチクラスターじゃなくて、例えば一目均衡表の観点から見てみると、週足のですね、この一目均衡表の基準線水準なんですね。で、ここ、一時下抜けたんですけれども、終値ベースでは下抜けなかったという状況なんです。で、これ結構重要なポイントで、一目のですね、基準線、週足の基準線ですね、を下抜けるっていうのは、結構下落につながっていく可能性があるポイントなんですよ。例えば過去の上昇局面で言うと、2021年なんかは、ここら辺、週足の一目均衡表の基準線で結構サポートされてきたんですよね。ところが、こちら、2022年の1月にですね、ナスダック100の先物が一目の週足の基準線下抜けてから、下落のトレンドがですね、始まっているわけです。ですから、週足の基準線下抜けるかどうかっていうのは、結構その週足で下落トレンドになっていくかどうかっていうのは重要なポイントにはなってくる部分なんですね。で、ナスダック100先物なんですけども、日足の方ではすでに5波動下落が来ています。1、2、3、4、5と。いうふうに5波動来て、75日移動平均線水準で、陽線となったわけですね。で、ここから先のことを考えていこうと思うんですけども、まず、日足の方で下落の5波動まで来たわけです。ということはですね、日足というレベルで考えると、ここで下落が終わる可能性があるわけです。しかし、7波動目にですね、行く可能性ももちろんあるわけですね。ですから今これが戻りになって、そこから売られて、7波動目、日足で7波動目の下落になっていき、75日移動平均線を下抜けるというケースを、まず一つ目のケースとして想定しておいた方がいいです。二つ目のケースとしては、もうすでに5波動来てしまったわけですね。ですから、これで日足の下落が終わり、週足の方で戻りを見せるという状況ですね。ただし、週足の方はすでに直近の上昇で、やはり5波動来たわけですね。5波動をかけて上昇した後に、直近の主要な安値を割り込んで、週足の上昇トレンドはすでに終了しているわけですね。でなぜこの6月目安値を割り込んだことによって週足の上昇トレンドが終了したと言えるのかということについては、私がですね、ラジオ日経の番組でトレンド転換について解説した動画がありますので、そちらの方をご覧になっていただければと思います。ですから、現状としては週足はすでに上昇トレンドが終了しているわけですから、ここで日足の方で5波動が終わって戻ったという、来週から戻りを見せるということは、週足で見ると、このように上昇になるわけですよね。で、ただし、この上昇したからといって、それで下げ止まったわけではなくて、これは週足の方でこのような下落トレンドが始まるための調整の戻りになっている可能性があるということなんです。ですから、日足の方で5波動を来て、そこから、来週の相場でですね、戻ったということは、決して喜ばしいこととは言えず、週足の方で下落トレンドが発生するための戻りになる可能性があるわけです。例えば来週1週間上昇して陽線になり、再来週ですね、下落して、直近の主要な安値を割り込むと、今度は週足の方で下落トレンドが発生してしまうわけですから、さらに長く大きく下落していくという可能性が出てきてしまうわけです。ですから、来週上昇したとしても、それで喜んではいけないということですね。むしろ下落トレンドに入るための調整の戻りになる可能性を考えておく必要があるということです。では、調整の戻りではなくて、下落トレンドではなく上昇トレンドになっていくためにはどうなる必要があるかというと、もうそれは単純な話で、史上最高値を超える上昇になっていく必要があるということです。史上最高値を超える上昇にならない限り、どこかで戻り売りにあってしまい、下落してしまうと、結局ですね、直近の主要な安値を割り込んで週足の方で下落トレンドが発生してしまいます。ですから、今の状況というのは、仮に来週から相場が上昇したとしても、史上最高値を超える上昇にならない限りは、常に戻り売りにあって、週足の方で下落トレンドが発生してしまうという、非常に危ない状況になっているということです。では、どこで戻り売りに遭いやすいか考えてみましょう。直近の下落の波動に対してフィボナッチレトロレースメントを考えるとですね、この 38.2% 戻りのところの水準が、ちょうどですね、この日足のローソク足でいうと、下落波動の主要な安値になってるんですね。ちょっとわかりやすいようにフィボナッチの方に外すと、この水準なんですが、これはですね、この史上最高値から考えた時の下落の1、2、3波動目の主要な安値になっているわけですね。ですから、ここがちょうど戻り売りに合いやすい水準なわけですね。あるいはもう少し上昇して、例えば、この
ここら辺の主要な安値もありますね。過去の主要な高値や主要な安値っていうのが、未来のレジスタンスラインになりやすいわけなんで、それがちょうどフィボナッチとですね、フィボナッチの 38.2% 戻りと同じような水準になりますから、このですね、19,650 ポイントから 19,700 ポイントっていうのが、一番戻り売りに合いやすいポイントになるというふうに思います。でこれが、例えば日足のレベルで、このように下落して7波動目、戻り売りにあって7波動目になるのか、それとも、週足のレベルで来週からの相場が陽線になって上昇し、そこから戻り売りにあって、再来週このように陰線になって主要な安値を割り込むのかっていうのは大きな違いがあって、もし週足でこのような形になった場合は、週足で下落トレンドが発生してしまうわけですね。一方そこまでではなくて、単純に日足の下落の7波動目で済むなら、また違う話になってくると。つまりそれは、週足の方でこの一目の基準線を下抜けるという状況になるので、先ほど申し上げた週足の下落の N 波動ができるっていうこととはまた違うローソク足の形状になっていくので、それはそれでまた考えていく必要があるということです。ですからいずれにしても来週、再来週の2週間の週足の出来方っていうのは非常に重要なポイントになってくるということですね。次に NVIDIA なんですけれども、前回の動画でフィボナッチクラスターで107ドルぐらいが最初の目標値っていうふうにお話ししたんですけども、そこまで下落してきて戻っているという状況です。さらにこの107ドルの方を割り込んでいくと、次のフィボナッチクラスターでの目標値が100ドルぐらいということになるのも先週お伝えした通りなんですね。で、先ほどナスダック薬の話をしましたけれども、ナスダック薬が例えば日足で下落の7波動目に行く、あるいは週足で下落トレンドが発生するという展開になれば、NVIDIA の方も当然やっぱり100ドルに向けて下落していくとは思うんですけれども、さらにですね、窓埋めの可能性もですね、考えておいた方がいいと思います。窓埋めって何かというと、こういうギャップダウンとかギャップアップが発生したときに、チャート上に空間が空くわけですよね。それを埋めに行く性質があるわけです。それを窓埋めと言うんですけど、実際にこのギャップダウンは、こちら、ローソク足上昇して上髭になってますけども、日足で窓を埋めに行った後下落しているということがあります。他にも、例えばこちらですね、ギャップアップで、こちら窓が開いてますけれども、その後結局、こちらですね、日足の方、下髭になってますが、窓の方を埋めてから上昇しているということがあります。こういうのを窓埋めと言うんですけれども、直近のね、この日足のね、このローソク足見て、どこに窓があるかっていうと、ここですよね。ちょうど決算の時にできた窓です。前回の決算発表の時にできた窓がここにあるわけです。で、先ほど100ドル水準がフィボナッチクラスターで考えた時の次の目標値になるという話をしましたが、窓が開いている場所がですね、100ドルを下回る水準なんですね。ですから、100ドルまで到達した時にそこで止まらずに、窓埋めの水準、つまり高値で言うと96ドルぐらいの水準まで下落することも想定しておいた方がいいんじゃないかというふうに思います。NVIDIA がですね、ここまで来るかどうかっていうのは、ナスダック100がこの先どういう展開になるかっていうこととも、連動していることなんで、来週1週間ですね、ナスダック100が週足のレベルで、陽線をつけるような戻りになった場合っていうのは、NVIDIA の方もですね、当然、戻りがあるはずなんですけれども、別に戻ったからといって、そこで、この下げが終わりというわけではないというのは先ほど申し上げたことでして、むしろナスダック100で言うと、来週、週足で戻るということは、再来週ですね。再来週このように下落の N ハードになるための布石にもなるわけなんですよね。ですから来週もし陽線でですね、ナスダック100が戻ったことをですね、素直に喜ぶことはできないということです。その後ですね、結局下落してしまって、週足の下落波動が始まるとすると、NVIDIA の方もやはり100ドルとか、あるいは窓埋めの水準まで行ってしまう可能性があるということですね。現状ナスダック100はですね、月足の方で見ると上昇トレンドなんですけれども、週足では上昇トレンドが終わっていますし、日足では下落トレンドになっているということなわけですね。ですから、週足では今トレンドがないという状況なんで、ここから下落トレンドになっていく可能性を考えておく必要があるし、もしそうでない場合は、史上最高値を超えなければ、週足の方で再度上昇トレンドが発生するというふうに言えないということなんで、繰り返しになるんですけども、ちょっとした戻りでですね、喜ばない方がいいんじゃないかというふうに思います。では引き続きトレンドをしっかり見極めて儲けていきましょう。